アリエクスプレスで新しいプラズマカッター買いました。これただのねプラズマカッターじゃなくて CNC パイロットアークプラズマカッターって書いてあるんです。要は手持ちじゃなくて CNC に特化したプラズマカッターらしいです。価格は78,000円、これに送料がついて約9万円という感じです。まあプラズマ切断機の中ではそこそこ高い方になるんじゃないかなと思います。中身見ていきましょう。ちょっと待って、誰か下の段ボール。よいしょ。おお、なんか結構高級感あるかもしれない。でっけえ。こっちが前かな。ぶっとめちゃくちゃ太いんやけどすげえ。はい、本体と付属品すべて出しました。まずは本体の方から見ていくと、デジタルの感じ、ディスプレイがついてるやつなんですけど、しっかりノブがついてるんで、使いやすそうな感じですね。あとはエアのレギュレーターとアースをつけるところで、これがトーチケーブルを挿すところですね。背面は電源を接続するためのケーブル。何のプラグもついてないんで自分で配線する必要があります。ちなみに AC200V が必要です。でこれがあれだね、エアのやつ、エアを挿すところで、電源スイッチがなんかしっかりしたスイッチ。これはいいですね、使いやすそう。でここがポイントで、アークボルテージのそれぞれの配線するコネクターがついてて、こっちはコントロールシグナル用のコネクターもついてるんで、 CNC から来たオンオフのスイッチだったりをここから直接することができるんですね。つなぐことができる。今までのやつっていうのは無理やりトーチスイッチに接続してオンオフしてたんですけど、それが簡単に接続できるようになる、まさにこの CNC に特化したモデルという感じですね。付属品に関しては、アースケーブルとエアーのケーブル、なんかすごい汚れてるんですけど、なんか緑のスライムみたいなのがついてる。でこれがさっきのとこにつけるやつかな。配線が途中までしてあって、これをつなぐだけで使えるかもしれない。あれこれなんだろう。あれこれもさっきと同じような形状のあれがついてるし、でもここにスイッチもついてる。こっちをつなぐのかな、よくわかんない。あれこっちか。こっちがトーチのこの機械側につける方かと思ったらこっちだった。クソでかい。やば、めっちゃ強そう。わかりますこれ。ペンの持ち方したらこんな感じ。この形状はね、あんまり手でやるタイプじゃない、ストレートなんで、手でやるやつは L 字に曲がってて持ち手がついてるんですけど、これスイッチもないしストレートだからCNC に特化したトーチがついてる。もちろん普通の L 字型のトーチもあるんで、買う時に選ぶ必要があります。で特徴としてはですね、200V で20ミリぐらいの鉄なら切れちゃうよっていう感じかな。綺麗に切れちゃうという。ギリギリ20が切れるモデルぐらいだったのかな、前のやつって。で結局ドロスとかがすごくて後処理がめっちゃ大変ですごい使いづらかったんですけど、こいつは20を楽々切ってくれるパワーがあるはずなんで、そこら辺かなり楽に使えるようになるんじゃないかなと。これが現在の CNC プラズマカッターですね。L 字の手で持つ用のハンドトーチを無理やり 3D プリンターでつけてこう垂直に固定しているという、こうやって比べると結構大きさ違いますね。一回りか二回りぐらい差がありそうな気がします。重さも、倍ぐらい重さ違いますね。10キロぐらいこっちあるんで結構重たいです。ざっとマニュアルを読みました。この機種は2ピンのポートと5ピンのポートがあって、
て2ピンのポートは THC と呼ばれるツールハイトコントロールですね。鉄板が波打ってたりとか鉄板が熱で歪んじゃった時に電圧を見てトーチの高さを自動でこう距離をね変えてくれるっていう機能がついてます。ただ僕の CNC、Z 軸がそもそもついてないんで、高さ調整できないというかもう手動で鉄板切る前に合わせて切るっていうやり方をしているので今回それが使えないので2ピンのポートの方は使いません。今後アップグレードして Z 軸をつけたら使えるようにしてもいいかもしれないですね。で、使うのは5ピンの方のポートのトーチのスイッチオンオフに関するところ。ただこれトーチスイッチもついてない、ついてるんですけど使わないので、CNC の方からトーチのスイッチオンオフをつなげてあげる必要があって、そのリレーのプラスマイナスをこの4番と5番ですね。これでいう4番と5番に接続してあげれば CNC からの指令でスイッチがオンオフできるという。買ってよし。今回購入したプラズマ切断機の中身です。すごくごちゃごちゃしています。で、前のやつは中身スッカスカだったんですけど、今回重いなと思ったらやっぱり部品がたくさん詰まっていました。奥にクソでかいアルミのヒートシンクなんかもあります。なんというかいかついですね。続いてトーチホルダーを作ります。今まではこんな感じの 3D プリンター製のホルダーに無理やりトーチをこんな感じでクランプさせて、でここがアリ溝になっててこう Z 方向にスライドするようにしてたんですけど、熱でね若干こう歪んできてて、見た目もねあんまり良くないのでアルミで作ります。でトーチの方も今回のやつはストレートトーチなのでこのトーチそのものをスライドさせれば Z 方向調整できるんで、見た目もシンプルになって、かっこよくなるはず。はい、今回もオートディスクフュージョンで設計しています。左側のパーツが以前 3D プリンターで作ったもので、この部分がアリ溝になっています。で、今回はアリ溝にする必要がないので一体で作りたいんですが、ちょっと形状的にでかすぎて作れないので、こんな感じの分割構造にして、この境目のところ、ここを溶接で組み立てようかなと思います。まずは 4π のフラットエンドミルで粗加工を行っています。負荷制御加工を使って、機械にも工具にも、負荷が一定になるので優しい加工ですね。本来は Z3mm かけたいところなんですが、機械構成的に厳しいと判断して半分の 1.5mm にしています。0.2mm 残したところはポケット加工で仕上げます。でここからなんですが、放射状という 3D 加工のパスを使ってサラネジの面取り部分をフラットエンドミルで仕上げています。1パス目結構ボリッと入るんで、エンドミルには優しくないんですが、これでも一応こういった加工ができるよというご紹介ですね。本来はボールエンドミルなどを使うのがいいかなと思います。
ギリギリ、めっちゃギリギリや。はい、ようやくセッティングができたので、とりあえずステンレスの板厚 1.5mm こちらを切ってみたいと思います。今ですね、38アンペアという中くらいの出力で F1500 というかなり早めの条件でステンレスの 2mm を切りました。まあまあいい感じな気がします。若干ひっついてるところがあるけど、まあでも全然取れるレベル。いい感じですね。すごいいいかも。ドロスかなり少ないですね。ひっついてたのは下に置いてたブロックと溶着してしまってちょっと外しにくかったって感じですね。かなり綺麗じゃないですか。早いし綺麗で、ちなみになんですけど、こっち、協力会社に依頼して切ってもらったファイバーレーザーの切断面ですね。かなり綺麗です。さすがにここまでではないですけど、十分実用的なレベルで切れてますね。素晴らしい。曲げすぎた。アルミの島板 4mm いい感じに切れました。多少やっぱりねドロスはありますけど全然許容範囲だと思います。しかしべちゃべちゃすぎるめっちゃビチャビチャです。でこれが前のプラズマカッターで切った鉄の 6mm ですね。ドロス部分の高さがだいたい 3,4mm あります。ハンマータガネで叩けばポロッと取れるんですけど、完全には取りきれなくて結構しぶといドロスが残ってたりするんで、これが今回のプラズマカッターでどれくらい改善されてるかやってみましょう。そういえばこの CNC プラズマカッターを作るっていう動画でオートディスクフュージョンでもプラズマカッターのプログラム出せるよっていうお話したと思うんですけど、ちょっと訂正というかポイントがありますんでご紹介します。2D 輪郭を使って主にパス出すんですけど、ここのパスのところで横方向の補正を左じゃなくて中心の方がいいかもみたいなお話を確かしたんですけど、これ絶対左の方がいいですね。左っていうのは CNC フライスとかと同じなんですけど、これはあくまでも
プラズマカッターのノズルのサイズだったり切断面の切り口のサイズに依存するので、ここの工具編集のところで、カッターの、幅、ここじゃないか、刃物の方でノズルの直径とか切り口の幅を、指定することができます。ここをちゃんとした数値入れてさえいれば、さっきのところで左っていうのを、入れてあげると、その分左側に補正されて切断されるので、例えば50の四角を切りたいんだったら、ノズル幅 1mm だったら51のところを通って CNC が動いてくれます。いやねこれだいぶ汚いな。なんでだろう。ちょっと条件悪いみたいですね。もうちょっと調整しましょうか。ちょっと穴開けでかなりエアを持ってかれてるってことが分かったんで、穴開けをやめて切断だけに集中させてみました。お、どうだ普通だな。でも切断面かなりマシになりましたね。まあこの辺がちょっと荒れてるか。でも取った後のところかなりいいかもしれない。めっちゃ綺麗。これくらいで取れたらめっちゃいいな。これが材料側のドロスですね。下の黒っぽい方が以前のプラズマカッター。上が新しいプラズマカッター。幅が全然違うのが分かりますかね。ちょっとね、条件出せてないんで荒れてるんですけど。まあ、今回パワーが上がってクリーンカットできる材料の幅がかなり広がったので、条件出しさえうまくやれば、ドロスも減らせるし、かつドロスを除去した時のそのバリ、虹バリみたいなのもかなり抑えられるっていう感じですね。試しに最大出力の 80A で切ってみました。ドロスはどう？ドロス小さいですね。かなり小さい、細くなった。これが 40A のドロス。こっちが 80A のドロス。だいぶ小さくなってますね。ちょっと待って。切断面めっちゃ綺麗。切断面綺麗すぎひん？しかもなんか、ほぼほぼ直角も出てる気がする。さっきのね、条件合ってなかったとはいえ、結構テーパーに切れちゃってたんですけど、めっちゃ綺麗。マジか。最大の方がいいのか。でもなんかノズルの消耗とかはね、やっぱ気になっちゃうんですけど、いやでもここまで差が出ると、そんなんどうでもよくなっちゃうな。ノズルなんか安いし。マジか。めっちゃ綺麗。すげえ。というわけで前から気になってたちょっといいプラズマカッター購入してレビューしてみました。正直なところね、絶対買い替える必要があったかって言われると、ないんですけど、ただドロスの除去のしやすさとか切断面の綺麗さは、自分の手仕上げとか手作業の時間の削減に直結してくるんで、価格差6万円7万円くらいであれば全然ありというか選択肢に入ってくるかなと思います。でさらに予算のある人は国産の3層 200V の50万60万するやつを買ってもらってもいいと思います。CNC プラズマカッターの設計図実は販売してまして、当初はね全然売れないだろうと思ってたんですけど、じわじわ売れて20か30くらいはもう売れたんですかね。なんで、そういった方ぜひ、参考にして、買い替えてみてください。ちなみにそろそろね、あの機械購入しようと
企んでますんで、またそのうち動画撮って出すと思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。